皆さん、こんにちは。小永と申します。今回の動画では3.23の LATS リーグスターターの紹介をしたいと思います。3.23での防キャラクターですね。大きな変更点としては、クオリティの変更とカウンズスピリットのナーフがあると思います。ライトニングアローのクオリティは2アディショナルターゲット、そしてトルネードショットに関してはアディショナルセカンダリープロジェクタイルと3.22までヘルメットエンチャントとして存在したものがデフォルトのクオリティとなりました。これらの効果はそれぞれのスキルにとって非常に強力なものであり、今回のね、デフォルトのクオリティ化によって、序盤からその効果を得ることで、リーグスターターとしてさらに強力になった形となります。そしてもう一つの大きな変更点として、カウムズスピリットのナーフ。実質、削除と言ってもいいんじゃないでしょうか。カウムズスピリットの登場以来、ボールの頭ですね。これらと一緒に使用され、バーサークをほぼ常時発動できたコンボが、今回で使用できなくなりました。個人的にはカオズスピリットよりもランページのグラブだったりの方が好きなので、全然構わないんですが、多くのプレイヤーにとってこの攻撃面でも防御面でも共に痛手となっています。しかし失うものもあれば新たに生まれるものもありということで、今回主に紹介するのはマナフォージドアローライフタップとウォーロードマークバーサークになります。まずマナフォージドアローの効果はメインの防スキルの使用マナコストが、サポートされている棒スキルのマナコストの300%を使うことで、サポートしてある棒スキルを使います。これにライフタップをサポートすることで、このサポート、マナフォージドローにサポートされた棒スキルのマナコストが0になり、CD が上がるたびに即座に棒スキルを発動できることになります。これらを複数個サポートすることで、非常に強力なシングル DPS を出せるようになっています。以前まではトーテムなどを立ててバリスタトーテムであったりアーティラリーバリスタ、シングル DPS を上げていたんですが、トーテムを常に出し続けないといけないので DPS が出しきれない、もしくはめんどくさい、そういった問題点がありました。今回、いろいろな組み合わせ、このフォーカスバリスタであったりとかアーティラリーバリスタ、そしてこのマナフォージドライフタップ、この組み合わせいろいろ試したんですが、この Day1 とか Day2 の装備ですね。で、シングル DPS を試して、個人的にはマナフォージドアローが一番マップクリアでも、さらにボス戦でも変える必要がないのでね、非常に優秀だと感じました。次に、ウォーロードとバーサクのコンボになります。このコンボを使うことで、敵がいればね、マッピング中にバーサクをほぼ維持できるようになっています。ウォーロードマークの効果として、マークがついた敵をスタンさせることで20レイジをゲットできます。後ろに流れている通り、バーサクがかなりの時間持続していることがわかります。しかし、注意点が2つあり、1つ目は、フリーズしている敵はスタンしないということですね。そして2つ目は、ウォールドマーク、これをキャストし続けなければならないという2点です。まず1つ目の対策として上がるものが、エレメンタルフォーカスのジェムを使用すること。このサポートジェム、エレメンタルエレメントを敵にかけられなくなるので、フリーズもかけられないですね。ですが問題点として、青ジェムということで、6L に青色を入れづらいんですね。基本的にはイベージョンベースであったり、スパイン棒の、グリーンが出やすい方になっているので、入れづらいということと、ショックすらかけられなくなるので、ダメージの伸びがね、ちょっと弱いですね。もう一つの対策として、ゲイルサイトというユニークヘルメット、もしくはインタラゲーションというユニークジュエルですね。効果的にはシークレットサファリングと呼ばれるものなんですが、これらの、敵をフリーズしなくなる。で、代わりにブリトルという、基礎クリティカルを伸ばしてくれるエレメントを敵に付与するという効果ですね。これはフリーズを防ぐ。フリーズできなくなる。かつ、基礎クリティカルを伸ばしてくれるということでダメージを上げてくれるので、非常に優秀なユニークたちとなっています。欠点というならば、これらのユニーク、若干レアですね。ヘルメットも若干レアですし、インタロゲーションもかなりレアなので、両方とも高くなってしまう可能性があるところです。そして、まず買うとするならば、テイミングと相性のいいゲイルサイトになります。このインタロゲーションというジュエルを使うと、ショックとイグナイトの代わりにサップとスコーチというものをかけてしまうので、テイミングの40%インクリスダメージですね。この部分ですね。このパーエリメンツの部分で40%のダメージを失うことになります。なので、テイミングを使うのであれば、ゲイサイトの方が優秀と言えるでしょう。2つ目、そうですね。ウォーロードマークをキャストし続ける方法。
ですが、これは2つ主にあると思っていて、1つ目がアセナスチャントとイントロゲーションになりますね。アセナスチャントは棒を使うことで、ソケットのスペルを発動してくれるんですが、ここにね、ボールドマークをソケットすることで、0.3秒のクールダウンなんですが、キャストし続けることができます。ここ0.3秒なんですが、これ実は他のスペルをソケットしてた場合、なんか APS が遅いものによっては、こう1秒に1回ぐらいしかボールドマークつけられないんですね。また、なんかマークをつけられる距離ですね。これがなんか短いような気がします。で、このセットアップ試したところ、レイジの生成が微妙に少ないですね。で、もう一つ目がマナフォージャロー COC ウォールドマークになりますね。適当な棒スキルを入れて、もしくはフレンジとかですね。を入れて、マナフォージャローで発動して、で、さらにその棒スキルを COC とウォールドマークをつけて、キャストオンクリットでウォールドを発動し続けるというものになります。こちらマナフォージャローの CD が 0.5 秒とアセナスチャントより長いんですが、遠くの敵になんかマークがつきやすいですね。そして今回テストした結果、レイジの生成量が先ほどのセットアップより良かったので、今回はマナフォージとアロー COC のウォールドバックのセットアップを選択しました。これで主なメカニクスの紹介は以上となります。それでは早速 POB を見ていきましょう。こちらスキルジェムの構成ですね。今回の POB には、ライトニングアローとトルネードショットのセットアップと、バーサクのセットですね。と、ウォールドマークを使ったものと、アセナスチャントを使って別にウォールドマーク、を使わないノンバーサクのセットを用意しました。まずバーサクのセットを見ていきましょう。これがメインの6リンクですね。そして、ライトニングアローを使いたい場合は、このグリーンのソケットをですね、ライトニングアローとリターニングプロジェクタイルに変えていただければいいと思います。今回アディットコールドダメージを採用した理由としては、先ほど言った通り、ゲイルサイト、ブリトルをかけるという点で、フラットのコールドダメージが高いと、ブリトルのかかりが良くなって、即座にダメージが出せるので、フラットコールドダメージを採用しています。オーラとムーブメントスキルですね。アンガー、グレイス、フロストブリンク、ブリンクアロー。ここ、アンガー、グレイスなんですが、なんか、一部の人はヘイストなんかをつけて、ムーブメントスピードだったらアタックスピードを上げたりしてますね。なので、ヘイストとアンガーでもいいですし、グレイスとヘイストでもいいので、結構どんな組み合わせでもいいですね。今回、サブの6リンクには、トルネードショット、マナフォージャーロー、ライフタップ、キャスオンクリット、ウォールドマークトルネードとなっています。このトルネードショットに関しては、正直何の棒スキルでもいいですね。フレンジとかでも問題ないです。ただ、この後紹介するんですが、フレンジと、パーチャージョンクリットをリンクさせたかったので、今回トルネードショットを適当に選びました。そして、ウォールドマークとトルネード。トルネードはですね、シングルターゲットのダメージを上げてくれるので、ここについています。こちら、グラブのフレンジ、パワーチャージョンクリット、マラフォジダーロ。これ、フレンジとパワーチャージを生成し、バーサクは、こちらで手動で発動するという形になります。で、それぞれちょっとレベルがですね、スキルジェムのレベルとかが、サポジェムもレベルがこう調整してあるんですけど、このストレングス、デックス、インテリジェンス、特にストレングスとインテリジェンスですね。これに合うようになってます。なので、装備でインテリジェンスとかストレングスを稼げるのであれば、全然上げてもらっても構わないですが、別に特にダメージとかあんま変わらないのでね、このままでいいと思います。そして、ブーツですね。これ、エンプティソケットですが、これブルーブルーグリーングリーンにしておくと、後々楽になります。今回エンプティになってるのは、今期登場するアフリクションリーグメカニクスの中のアセンダンシですね。マジアセンダンシのムーブメントスピードをもらうために、こちらですね。エンプティからのソケットをつけています。見てわかる通り、ガードスキルであったり、COD ポータルみたいなのがないので、もしこの 30% ムーブメントスピードいらないよっていう方は、ガードスキル、キャストウェンダメージテイクのガードスキルと、キャストオンデスポータルなんかをこの4リンクにつければいいと思います。そしてアミュレットからプレシージョンですね。で、この上のセットアップって基本的に、シングルターゲットとかではなくて、マップ用なので、ピネクルボスとかのこう準備できる相手に関しては、このシングルターゲットのですね、リンクを使ってもらえればいいと思います。なんで、ここら辺のスキルジェムを裏でこうレベル上げしておくと、後々楽かもしれません。はい、失礼しました。これブルーブルーグリーングリーンじゃなくて、ブルーグリーングリーングリーンですね。先ほどこれバーサク
が入ってたんですが、スナイパーズマークになってますね。で、これなんで足、この色がいいかっていうと、ボス戦だと、グラブを空にして、ブーツにはめるっていうことをすれば、グラブだと 25% インクリースマキシマムライフがもらえるので、耐久値が若干上がりますね。なので、こういうスワップすると、ボス戦が楽になります。はい。そして、ノンバーサクセットですね。これは、メインリンクは変わらず、ただ、アディットコールドダメージが必要なくなって、ミラージアーチャーを採用しています。で、頭はアセナスチャントを使うので、頭にスナイパーズマーク、トルネード、ハイドロスフィア。で、パワーチャージオンクリット。これでパワーチャージを生成しつつ、トルネードショット、もしくはライトニングアローの、間接的ダメージですね。チェインであったり、ライトニングアローの、雷のダメージを発生させるようにしています。そしてこちら、シングルターゲットのダメージとして、サブ 6L ですね。これらを採用しています。基本的には2スキルをここに入れると非常に強力になりますね。特にストームレインやブラストレインっていうスキルは結構コンディショナルなダメージの入り方して、ストームレインだったら敵がずっと止まってなきゃいけないとか、ブラストレインだと結構近づいて殴んなきゃいけないというようなこう限定的なシチュエーションがあるので、なんかトルネードショットとか刺しておくと、マップのクリアリングにも非常に優秀ですし、シングルターゲットにも強いダメージが出せますね。メイブンなどの、動かない、基本的に動かないボスに関しては、ストームレインとブラストレインが一番ダメージが出るんですが、マップとの兼ね合いを考えたときに、トルネードショットとストームレイン、あんまりダメージ変わらないんですね、このストームレイン、ブラストレインのセットアップと。なので、この2つが個人的には好みです。でもこれは、好きな棒スキルをここに入れればいいと思います。ただ、ストームレインは一番ダメージが出ますね。こちらは、ストームレインのビームのダメージをフル DPS でこう出すためだけのものですね。なので、こう気にしないでください。そして、アンガーグレイス、フロスポインクブリンクアロー。で、エンプティソケット。このセットアップはシングルターゲットもうすでに入っているので、特にジェムスワップなんかをせずに遊べると思います。注意してもらいたいのが、今回フレンジを入れる場所がなかったので、このマークマスターですね。先ほどバーサクセットだとこのマークトランスファーをマークマスターに取っているんですが、今回バーサクセットじゃないので、これ取らなくてよくて、ここをフレンジチャージ、オンヒットにしてください。はい、以上がスキル構成となります。次にスキルツリーですね。今回用意したのレベリングツリーとレベル75と最終的な93レベルの LA と TS のスキルジェルになります。基本的には LA でレベリングして、レベル75地点で、そのまま LA でいくか、トルネードショットでいくかっていう感じで分かれていくと思ってください。基本的なスキルツリーは同じなんですが、この TS と LA の違いっていうのが、大きくありまして、特にアセンダンシですね。トルネードショットの場合はリコシェを取っていますが、ライトニングアルの場合はフォーカルポイントを取っています。でも、ライトニングアルの場合は、このピアスですね。ピアスが非常に強力なので、チェインがちょっと合わない。ということもあって、シングルターゲットのフォーカルポイントとなっています。といっても、ここだけですね。本当にここを取るか、あとはアセンダンシが違うかっていうぐらいの違いですね。はい。では、アイテムを見ていきましょう。アイテムは非常に簡単なんですが、こちらも若干装備構成違うところがありまして、バーサクセットとノンバーサクセットがあります。まずバーサクセットなんですが、この棒が、トリプルエレメンタル、ラースのエッセンスでコールドダメージの、いい感じのティアをつけてください。そしてファイヤーダメージをクラフトします。これクリットチャンス全然ないと思われると思うんですが、今回ゲイルサイトのヘルメットを使用してブリトルをかけられるようになっていますね。今回テストしたところ、メイブンであっても4%ですね。クリットチャンス4%上がるブリトルをかけられるというのが分かっているので、ほぼほぼクリットチャンスはここいらないですね。ただ、マッピングなんかでエイルメントを避けるモットーとかがあるので、その点に関しては若干ダメージが下がってしまうという感じですね。はい。クリバーはトーメントエッセンス、このライトニングダメージですね。と、クリットマルチ、ライフクラフトという適当な感じでいいです。で、今回このゲイルサイトがですね、強力なんですが、若干レアで、もしかしたらこの高くなってしまう可能性があるんですね。ちょっと高いなって感じたら、このバーサクセットは、やんないで、ノンバーサクでいった方が無難なのかなと思います。ただこっちのセットアップね、マッピング非常に早いので、結構おすすめですね。
そしてボディアーム、これライフレジがついてば何でもよしで、インプリットはこれにしてください。で、今回採用したグラブですね。これタヌアヒ、本当に読み方合ってるのかわからないんですけど、これライフリーチをしている最中に、体力が満タンになって、そのライフリーチが途切れた場合ですね。この際にアドレナリン2秒、オンスロート4秒もらえるっていうグラブになってますね。でこちらもなんか若干高くなる可能性があるので、正直持たなくても全然いいですね。ただこのアドレナリンっていうバフ、非常に強力となっているので、あったら結構便利ですね。ただ普通にレアグラブでも全く問題ないです。で、ブーツはライフレジ。で、インプレッシュはこちらの通りにしてください。アメットはハイリズトゥルース。これは非常に強力ですね。このレベル30のプレシージョンがもらえて、かつクリットマルチも高く、カリングストライクももらえるということで、これがないと、若干そのマナリザベーションきついので、これ絶対に入手してください。ヘルメットと、そうですね、このアミュレットに関しては、マストで持っておいた方がいいと思います。このセットアップをやる限り。そして、いつも通りダブルテイミング。こちらね、レジ、合計80%オールレジぐらいもらえるんでね、2つで持っておいた方がいいかなと思います。初動がね、だいたい 30C、40C で、7時間、8時間ぐらいすると、50C になったりすることもあるので、できるだけ早めに持っておいた方がいいですね。ただ、通常のリング、レアリング、ライフレジついたリングでも全く問題ないです。そしてベルト。これビスコードリッシュ使って、これランページをゲットしますね。ランページという風味非常に強力なので、これで絶対ゲットしたいです。そしてこれ地味に嬉しいのがこの35のストレングス。これがないとね、このビルド動かないんですよ。なので、ヘビーベルトを持っておいた方がいいですね。何かしらどっかでね、ストレングスが稼げるとしたら、このグラブをシャドウズダスト。これもランページがもらえるグラブなんですが、シャドウズダストに変えて、かつベルトをこのプリズムウィーブっていう、これももうどちらも 1C、2C のアイテムなんですが、非常に強力なので、こういう風に変えて、あとはそうですね、ストレングスであったりとか、レジオ調整のアイテムですればいいかなと思います。ただ個人的にはこのセットアップが一番強いかなと思います。フラスコは、ダイヤモンドフラスコとクリちゃんのサフィックスですね。これ別になくても、正直大丈夫なんですけど、先ほど言った通り、アボエレですね。アボイドエレメンタルエレメンツのマップモッドがついた時などは、クリットチャンス非常に下がってしまうので、持っといて損はないですね。そして、いつも通り、クイックシルバー、ユニーククイックシルバーね。ムーブメントスピードとフレンジチャージを消費してオンスロットもらえるやつですね。これグラブでオンスロットもらえるんですが、4秒で、アップタイムも正直そんなないので、これでフレンジチャージ消費してオンスロットを9秒持った方が強いですね。そして、ジェイドフラスク、イベイジョン、セブナイトのアタックスピード。で、この4スロなんですが、ここは正直あれですね、ティンクチャーに変わると思ってください。別になくなりますね、基本的には。はい。で、これ入れるの忘れてたんですが、今日も今日とってリバインフラスクの、インスタントリカバリーウェンオンローライフブリードミュニティ、CB ミュニティですね。はい。こちらがフラスコのセットアップになります。そして、バーサクセット、ノンバーサクセットですね。こちら、ゲイルサイト、ヘルメットが変わってるのみですね。アセナスになってるのみです。なので、他のユニークとかに関してはもう全部同じものを使っちゃって問題ないですね。はい、ここまでが低予算のバジェットビルドの紹介でした。大体これそうですね、ゲイルサイトが一番不安定だと思うんですが、それ以外の関連は大体、1ディバインあれば、1ディバイン、2ディバインですね。若干3ディバインになる可能性はあるんですが、あればできると思います。ノンバーサクセットのが、もっと安いですね。はい、次にミディアムバジェットですね。こちら、スキルツリーは若干変更あって、でトルネーショット、ライトニングアローどちらも用意してあります。ただ、先ほど言ったアセンダンシーとピアス、この2点が変わっただけですね。はい、見てわかる通り、インスパイドラーニング、これなんかバグって見えなくなってますが、インスパイドラーニングとラージクラスター1個、そしてミディアムクラスターと、あとはウォッチャー剤ですね。こちらが追加されています。スキル構成の変更は、ウェイクンのエレメンタルダメージウィズアタックが追加されたのみですね。それ以外は特に変わっていません。アイテムとしては、低予算の
アイテムにワンモッド追加されてっていうような感じになってるので、どれも作りやすいかなと思います。こちらスパインボー、EDPS が1000ぐらいあれば、1000もなくてもいいですかね。本当多分何でもできます。で、クイーバーに関しては、これちょっと若干作り方があって、このエッセンスでライトニングダメージトゥアタックスを使うんですけど、それプラスでクリティカルマッチプライヤーがついた、2モッドがついた状態ですね。で、オープンサフィックスのものを用意します。これはアヌルとかでね、この2モッドにしてもらえればいいと思います。で、キャノットロールアタック。こちらをクラフトして、エグゼルト頭部2回使うと、このマキシマムライフとダメージウィズボースキルが確定でつくので、こちらを使用してクラフトしてください。で、最後にアタックスピードをやれば、これで準備 OK ですね。これでクラフトは終了となります。ライフとボー、ダメージウィズボーが A ロールになったらドンマイって感じですね。そしてヘルメットはそのまま。ボディアーマーがアリズアイヤーということで、サプレスであったり、ダメージ、ボーアタックっていうのが入りますね。で、こちら、ボディアーマー自体に、このコールドダメージトゥアタックスが入るので、もし6リンクちょっと高いなと思ったら、5リンクを買って、あれですね、このアディットコールドダメージ、これを抜いて使えばいいかなと思います。ほぼほぼ値は同じなんでね。全然それでも問題ないです。そしてグラブ、これタヌアヒちょっとね、抜いてという形になりますね。ボディアーマーで抜けた分のレジをこちらで供給している形ですね。ブーツはそのまんま、アミュレット、テイミング、ビスコ。これらも全部同じまんまですね。ちょっとライフフラスク抜けています。そして、ラージクラスター、ミディアムクラスター。ミディアムクラスターは I2I リピーター。もうこれは鉄板です。ジュエルとしては、ライフとクリマルがついてればいいと思います。ここアトリビュートかレジでも問題ないです。ラージクラスターは3ノータブルを基本的に使ってほしいんですが、ここら辺若干、何でもいいというのもありまして、一番つけてほしいのがこのフィード・ザ・フューリーですね。このライフリーチはちょっと他で取りづらいので、ここだけは絶対つけてください。このフィール・ザ・ファイトはこのカラミタスであったり、アーキングショットとかですね。あとは、ブライブ・ザ・ディストラクションは若干弱いですかね。カラミタスとかでも全然問題ないですし、サフィックスに関しても、このヘビーヒッターですね。このスタンデュレーション伸びるやつとかも相性いいので、これとかを取ってもいいですね。ただ、このプレフィックスのフィルザファイト、マナリーチを外した場合、パッシブでここ1ポイントですね。マナリーチを取ってください。ただ、それだけで変更いいので、正直、3ノータブルがついてれば全然何でもいいです。ただ、ベストなのが、フィードズ・フューリー、フィルザファイト、マーシャル・パーネス。この3つとなっています。そして先ほど紹介したウォッチャーズアイとインスパイアランニングですね。このミディアムバジェット、合計だいたい20ディバインから30ディバインぐらいしますね。特に高いのがこのハイザーアイヤー。今期もボービルドが非常に人気になると予想されるので、こちら6ディバイン、最初6ディバインあって、若干後だと8ディバインぐらいになってても全然おかしくないと思います。そして、ウォッチャーズアイのアンガークリットマルチですね。これも多分5ディバインぐらいしてもおかしくないかなと。で、インスパイアドランニングはもう本当に最序盤だと6ディバインぐらい、4ディバインから6ディバインぐらいするので、ここら辺でだいたい20ディバイン。で、かつ、アップグレード品ですね。それぞれのアップグレード品で、30ディバインいかないぐらいっていう感じですかね。だいたいここまでいったら、個人的にはヘッドハンターまで直行っていう感じになります。以上がミディアムバジェットの紹介でした。次にレベリングツリーですね。こちらはもう正直あんま変わらないですね。いつも通り、こう、上から取っていくという形で、アクト4から7ですね。ここら辺で、若干ちょっと注意してほしいのが、先にですね、このカリズマとかを取るっていう感じですね。ここら辺じゃなくて、こっち先に取ってもらえると、オーラが多く貼れるので、こちら取った方が若干いいですね。そしてそれぞれ、アクトと、あとレベル75までの、この最後のアセンダンシを取ったところまで、細かく分かれているので参考にしてください。そっちで使うスキルジェムはノートに全て書いてあるので、これどこで何を買うかとかも書いてあるので、参考にしてみてください。で、いつ TS に変えられるかっていうのは、この最後のラボですね。レベル75以降に、この最後のラビリンスを行った後ですね。
で、ここで最後、チェインを取る予定なので、このチェインが取れたら、トルネードショットでも全く問題なくなります。これまではライトニングアローの方が優秀だと言えます。ここら辺のレベリングに関しては、他の、レーサーの方々の非常に優秀なレベリングツリーであったり、スキルジェムの構成っていうのが、ジャングロンであったり、ハボックが出しているので、概要欄にリンク貼っておくので、そちらを参考にプレイしてみるといいと思います。こちらでも全然問題ないですけど。今回用意した POB、ちょっと注意点がありまして、このコンフィグのところですね、若干チートしてる部分がありまして、ここら辺、今回の POB 若干注意してほしいのは、このコンフィギュレーションで、若干チートしてるので、この辺を、何を除くと、実際の DPS が出てくるかっていうのを紹介します。まずボス戦ですね。ボス戦に関しては、このランページっていうのは、まず出てこないので、これは0になります。そして、ボス戦ではレイジが出ないので0。で、アドレナリンですね。これ、結構アップタイム少ないので、実質これもなくていいですね。で、ここら辺を全て除いた場合の DPS が、大体こんな感じになりますね。これが、ボス戦での DPS です。ただ、マッピング中はね、ここら辺適当にピックしてもらって、マッピングだとこんな感じになります。いつも通り、バンディット、キルオールですね。2ポイント取ってください。で、メジャー、マイナー、ゴッド、パンテオンに関しては、これらを使用してください。赤オルター、青オルター、どちらをファームするかによって、このマイナーゴッドですね。これを切り替えてください。最後に、今回紹介した LATS リーグスターターは、非常に強力なマッパーですが、いつ何時死んでもおかしくないキャラクターとなっています。しかし、ここ2年くらいはもう常にメタリーグスターターとして登場し続けているので、間違いないです。今季復活したウルティメイタムは正直きついと思います。なので、ウルティメイタムはあまり興味がなく、序盤からマップをガンガン回してファームするっていう方におすすめだと思います。4ボイドストーンも簡単にできますし、インビテーション等も装備が整えば全て自力でクリアできます。ただし、初心者フレンドリーというわけではないのでご注意ください。ぜひ今回のジェムクオリティの変更によって序盤がさらに快適で強力となった LATS リーグスターターをお試しください。Twitch でも配信しているので質問等ありましたらそちらで声をかけてくれると嬉しいです。それではまた。